どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年28号、ワンピース最新話1086話、五老星を考察します。この1086話は、はい、今回も連続、神回です。ただ、読むだけでも楽しいですが、考察マニアにもたまらない神回です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いにネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。1086話の類似話数は86話と186話です。86話は騎士道 VS 魚人空手。ナミを守る騎士道の参事と魚人空手の使い手黒帯との戦い。一方1086話では神の騎士団が登場。その神の騎士団はミョスガルド星を処刑した。ミョスガルド星とは魚人と乙姫に救ってもらい人間にしてもらった魚人の愛を受け継いだ男。乙姫が夢見ていた太陽のもとへ、その太陽を受け継いだミョスガルド星が処刑されました。それはつまり夜の帳が降りる。夜の三日月。三日月の髪型の神の騎士団の王者フィガーランド・ガーリング星が登場。つまり三日月が現れて夜になった。これが1086話の話数の語呂合わせ一つ目、帳。夜の帳でしょう。夜の帳とは夜の幕、夜の闇という意味で、夜の帳が降りるとは夜になる、闇になる、幕を下ろす、そういった意味です。この語呂合わせ夜の帳は1086話全体にかかります。先週イム様や五老星を表すイメージは夜だと考えました。そして現れたのは三日月の男、フィガーランド・ガーリング星。フィガーランド、これは映画フィルムレッドで明かされたシャンクスの名前です。シャンクスは38年前ゴッドバレーで拾われた男。ガーリング星はそのゴッドバレーで活躍していたという。つまりシャンクスの血縁者、それは父親なのか。ガーリングとはそのままガーリング、苛立つ、邪魔者、かじりつくという意味です。とにかくガーリング星はイム様を守る相当な邪魔者でしょう。ここで以前考えた太陽系のイメージを更新しましょう。ガーリング星や確定した五老星のイメージを合わせるとこのようになっていると思われます。イム様は以前青色の星地球の王だと考えましたが、もしかするとイム様は宇宙そのものを表すかもしれません。すると1083話のシャンクスに似たシルエットの男はガーリング星の息子、シャンクスの兄弟でしょうか。神の騎士団は総勢10人いそうです。そんなガーリング星はカラクリサーカスのフェイスレスっぽい三日月型の男。若い頃はシャンクスと同じ赤髪だったのでしょうか。するとそれは赤い三日月。赤い三日月といえば4巻の表紙。28話のタイトルが三日月。そして28話の扉絵にはシャンクス。背中にはマーベラスヌーン、素晴らしき真昼と書かれています。するとガーリング星はマーベラスムーン。驚きの三日月でしょうか。昼の王者シャンクス、夜の王者ガーリング星。そんなようなイメージでしょうか。とにかく86話は騎士道 VS 魚人空手。一方1086話は闇の騎士道 VS 太陽の意志。ミョスガルド星が処刑され太陽の敗北。そのように考えるとガーリング星と戦うのはルフィの父親革命軍ドラゴンではないでしょうか。ずっと考えているように革命軍イコールラー。エジプトの太陽神ラーのイメージが革命軍だからです。次に1086話は4。ベガバンクの技術、悪魔の実を食べた物体拳銃ラッスーが登場。一方1086話にはベガバンクが作った兵器マザーフレームと、そしてセラフィムが登場。マザーフレームは後で考えましょう。セラフィムはついに残りのドフラミンゴ、モリア、クロコダイルのセラフィムが登場しました。そしてクロコダイルといえばこちらの動画でも考えた長年言われているクロコダイル元女説でしょう。セラフィム、つまり子供のクロコダイルはそのまま男の子に見えます。一方で女の子にも見えなくもない。男かな？女かな？男かな？女かな？クロコダイル元女説でよく言われているのはクロコダイルのピアスが右耳についているという点です。
通常ピアスは男性なら左耳、女性なら右耳につけるのに、クロコダイルは女性と同じ右につけています。そしてクロコダイルのセラフィムは右耳が隠れていてよくわかりません。クロコダイル元女説の答え合わせは持ち越しのようです。続いて1086話の反転話数も考えましょう。1086話をひっくり返すと、681話ルフィ VS マスター。681話ではベルゴとシーザーがローの策略に気づいています。ローの能力はオペオペの実。一方1086話ではイワンコフがイム様のフローについて気づいており、それはオペオペの実によるものだと考察しています。オペオペの実の最上技、フロー手術とは、相手をフローにすると能力者本人も死んでしまう技です。さらにおそらく医療の才能がないと使えない。つまりイム様はもしかすると800年前、どこかの意志によってフローの存在となった。イム様に命を差し出したイム様が存在したと。それはローの意味なワーテルが関係するのか。ワーテルとは水という意味です。以上が1086話の話数の理論一つなぎです。続いては本編の考察を始めましょう。幕を下ろしたレベリー。これは先ほど考えた語呂合わせ、夜の帳とかかっているでしょう。夜の帳が降りるとは、夜の幕、終幕のことです。そして、ワポル、ビビ、ボニー、サボア、それぞれ他国の船に密航して、マリージョアから脱出。これは1086話の話数の語呂合わせ2つ目。デリバリー。デリバリーでしょう。デリバリーとは、配達、搬送、受け渡しという意味です。場面は五老星。サボやワポルに秘密を知られて逃げられてしまったくせに、なんだか余裕の無能星こと五老星。なぜ五老星はこれほど無能なのか。それはもう前回分かりました。圧倒的な権力と軍事力、そして子としても強いからです。頭脳はさほど必要ありません。力で圧倒できるからです。そして五老星、イム様から電話がかかってくる。ベガパンクが作ったというマザーフレームを使いたい。なんと、あのルルシア王国を滅ぼした謎の兵器はベガパンク製。イワンコフはそんなものを作れるのはベガパンクしかいないという。しかしドラゴンはこれに反論し、ベガパンクは人殺しの道具は作らないという。これが1086話の話数の語呂合わせ3つ目。人の反論。人の反論でしょう。そんなマザーフレームを英語で直訳すると、母の日。母の日。ビッグマムの技も母の日。母の日は真っ黒い雷雲ゼウスに乗ってそこから振り下ろした一撃でした。マザーフレームも真っ黒い雲の上を飛んでいたと言います。そしてこちらの2年前の動画では、ワノ国編の終わりにはベガパンクが作った空を飛ぶ空母艦、その名も空が登場すると考えました。こちらです。ゴリアテのような巨大な空中戦艦をベガパンクが建造した可能性はないでしょうか。それはベガパンクと共に研究していたジャッジの妻であり、人造人間の母親、ビン・スモーク、空のイメージとつながると、つまり空母です。空を飛ぶ母だから空母艦空。そのように考えましたが、なんと、マザー、空飛ぶ母、マザーフレームが登場しました。ベガパンク製マザーフレームが登場したのは予想通り1060話ワノ国編の終わりでした。次にその1060話の考察ではベガパンクの技術が使われているとも考えました。こちらです。指定した座標に天空から攻撃できる軍事衛星みたいなものだったようです。それはまるでアキラの軍事衛星ソルに似ています。そして天空に現れた巨大な物体のデザインはおそらく天竜人の奴隷の紋章、アマ×竜の蹄ではないでしょうか。そんな巨大な物体は誰にもバレずにどのように移動しているのでしょうか。これはおそらく1059話の芍薬がヒントでしょう。芍薬は1059話で海軍の船、海楼石バトルシップについて話しています。この海軍の船は船底に海楼石があるため、海洋類にバレずにカームベルトを移動できる船です。つまりこれと同じ理論、あの巨大な物体は雲に覆われて誰にもバレない雲の中の戦艦、その影がアマ×竜の蹄。そして雲と竜の蹄という発想はおそらく天空の城ラピュタで雲に覆われている城竜の巣でしょう。
あの雲は竜の巣。ベガバンクは世界中に明かり、電気を供給した男であり、消えない太陽を開発したいとも言う。つまり、消えない太陽とは原子力、核兵器、プルトニウムイコールプルトン。動力。マザーフレームとは、あの兵器の正式名称ではなく、動力の名前か。ツイッターでアドラメルクさんからも教えてもらいましたが、結局はあの雲に覆われている兵器は古代兵器プルトンではないでしょうか。動力の名前がマザーフレームです。ここで類似話数186話を使いましょう。1086話の類似話数186話では、ベガバンクが作った悪魔の実を食べた物体、拳銃ラッスーとの戦いが描かれています。このラッスーについては3年前の動画で古代兵器プルトンとつながると考えました。こちらです。この前半の海に登場した箱舟マクシムと表裏一体となってくる存在が後半の海では古代兵器プルトンだと思っています。故に古代兵器プルトンは箱舟マクシムのように空を飛ぶ可能性が高いと考えます。ワンピースにおいてプルトンが中心となった話はアラバスタとエニエスロビーの2つですが、この2つの話ではどちらも奇妙な悪魔の実を食べた物体が登場しています。そして悪魔の実を食べた物体はいずれもゾーン系の悪魔の実を食べた武器でした。まずアラバスタでは犬の実モデルダックスフントを食べた不思議な犬獣ラッスーが登場しました。この犬獣ラッスーは42巻407話の扉絵でミスゴールデンウィークのカラーズトラップ夢の虹色によって自身の理想の姿に変えられていますが、犬獣ラッスーが思い描く理想の姿は戦車でした。このことからかなりラッスーの存在は戦艦プルトンのイメージに近いです。NES ロビーで登場したのはゾウゾウの実を食べたゾウ犬ファンクフリードです。ファンクフリードも古代兵器プルトン設計図をめぐる争いの中、スパンダムの武器として登場しました。3年前、プルトンは悪魔の実を食べた物体と強いつながりがあると考えました。それはこの1086話の類似話数186話とつながる。ちなみに、プルトンが眠っていたワノ国にも悪魔の実を食べた物体、犬の実、モデルタヌキの茶釜の文福が登場しています。つまり、マザーフレイムも古代兵器プルトンをベースとして悪魔の実を食べている可能性。1086話で革命軍ドラゴンは兵器を所持しているならなぜ今まで使わなかった。そのように語っていますが、それはもちろん最近完成したから。物に悪魔の実を食べさせるっつう新技術も近年のやつの大仕事だ。そう、ベガバンクが悪魔の実を解析できたのは近年です。すると、あの兵器はおそらく竜の巣。ベガバンクはバンクハザードで巨大な竜、ドラゴン13号と小さな竜を作っていました。さらに、聖竜カイドウのコピー、ウオウオの実も作っている。その聖竜は、ホムラグモを出せる。ホムラグモのホムラとは、英語で、フレーム。このヒントは、ブイナス十郎星か。ワノ国出身風の五老星、ブイナスは、いずれその力が自在に使えたら、そのように語っていますから、マザーフレームは制御が必要。マザーフレームは竜であるがために今はまだ制御できていない可能性。ゾーン系の悪魔の実には意志があると言います。つまりマザーフレームとはベガパンクのこれまでの結晶。パンクハザードの小さな竜が描かれたのは682話黒幕、黒い幕、夜の帳。とにかくベガバンクは古代兵器プルトンをベースに竜の悪魔の実を食べさせて雲を作って隠している。それこそが竜の巣、アマ×竜の蹄なのか。800年前にも同じように古代兵器プルトン、アマ×竜がいた。そのように考えると、こちらの動画ではワノ国に眠る古代兵器プルトンとはヤタガラス、夜明けへと導く太陽の化身ヤタガラスの悪魔の実を食べた空飛ぶ戦艦だと考えましたが、違う。ワノ国に眠る古代兵器プルトンも竜である可能性。そうすれば世界政府の古代兵器プルトン VS ワノ国の古代兵器プルトン、それはどちらも竜。総竜図再び。古代兵器プルトンは3年前にも考えたように海列車のように2つ存在しているでしょう。そんな五老星たちのフルネームも公開されました。科学防衛武神 J ガルシア・サターン星、環境武神マーカス・マーズ星、ホーム武神トップマン・ウォーキュリー星、ノーム武神シェパード・ジューピーター星、
木星を表すジュピターではなくジュピーター。財務武神イーザンバロンヴィーナス重郎星。金星を表すヴィーナスではなくヴィーナス。このヴィーナスはおそらくゾロと戦う。ゾロのライバルはチビナスの3児。ヴィーナスとチビナスもかけている。そしてそれぞれの武神を現実の政治に当てはめると、防衛省、環境省、財務省、法務省、農林水産省となります。これが1086話の話数の五老星。話数の語呂合わせ。4つ目。天の反論。天の反論でしょう。反論とは家老、身分の高い老臣のことです。そしてイム様はルルシア王国へマザーフレームの使用命令を下す。それは近いから。ただそれだけ。圧倒的な王者だけが許されるわがまま。さらにイム様はビビが欲しいとも言う。エッチじゃん。やはりイム様とビビは強くつながっていくようです。なぜイム様はビビを欲しいのか。イム様は800年前ビビに似ているリリーが好きだったから。それは男女の恋愛なのか。それとも逆にリリーが嫌いだったから復讐のためにビビを飼いたいのか。それともイム様が子供ならば子供が母親を求めているような歪んだ愛なのか。リリーが敵である D だと知らされた1085話でイム様は寂しそうな目をしていました。そうなるとイム様は男かな女かな男かな女かな。イム様の名前はこの1086話でイムセイであると明かされています。これまで男性の天竜人にはセイと付けられていました。女性ならシャルリア・グーのようにグーです。イム様は男だった。しかし2年前僕はイム様はオカマだとも考えました。するとバカ息子ヤマトのようにまだイム様が女性の可能性もある。なぜならイム様がもしも男性なら精神は800歳の男性なのに花と蝶々に囲まれている部屋にいるのがキモ。そして重要なのはやはりビビの動向でしょう。ビビが10人目の仲間として麦わらの一味に合流するのではないか。そのように考える人も多いようですが、僕は逆です。ビビは合流せずさらわれるかもしれません。なぜならそれこそがルフィたちが聖地マリージョアに戦いに行く理由。ワンピースはかなりの点でアキラに酷似しています。それはセリフやキャラクター、設定などに影響が見られます。ちなみにワンピースだけでなくアキラの影響は世界中の作品で見られます。そんな大友先生のアキラという漫画の最も評価されているポイントは圧倒的な画力で描かれた SF 世界、その世界の謎、その謎に主人公の金田は全く興味がない。全く関係もない。ただの不良少年が友情一つで突破していくだけ。それまでの SF のセオリーを無視した作品になっていると言います。これと同じようにルフィは世界の謎には全く興味がない。ルフィは D でありジョイボーイの再来ですが、ルフィ本人はそういったことにあまり興味がありません。となるとルフィが800年もの歴史を背負って戦うようには思えない。ルフィがマリージョアへ殴り込みに行く理由が必要でしょう。それこそがお姫様ビビの救出。これしかないのではないでしょうか。そんなビビは現在モルガンズと一緒にいますが、800年前リリーがポーネグリフを世界へ拡散したなら、ビビはワポルが見た世界のタブーをモルガンズを使って拡散しそう。その後でビビはさらわれそう。そしてさらに1086話ではイム様のフルネームが明かされました。それはネロナイムセイ、ネロナ家の王。ネロナ家は20人の創造主の一人だという。ネロナとはネロナ、3つの文字を合体。それは神。漢字で神になる。イムの合体は仏。ネロナイムとは神と仏。イム様はそのまま神でもある。そんなイム様はずっと蛇であると考えてきていますが、神とは日本において神。神イコール蛇であると民族学者吉野優子さんは言う。
それではネロナ家とは一体どこの国の王なのでしょうか。考えられそうなのは滅ぼされたある王国の王、もしくはゴア王国の先代の王、もしくはアラバスタ。アラバスタは4000年以上もの歴史を持つ国ですが、コブラ王はネフェルタリ家第12代国王でした。つまり計算が合わない。ネフェルタリ家リリー女王がアラバスタを統治したのはおそらく800年前からでしょう。ネフェルタリ家の前にアラバスタを統治していた謎の王家が確実にいたはずです。それがネロナ家なのか。アラバスタは20人の創造主の中に含まれていたが、それはネフェルタリ家じゃなかった。20人の中でイム様が1人世界の王になったなら、創造主は19人しかいなくなってしまう。そこでアラバスタのネフェルタリリリーを急遽女王に任命して、アラバスタは天竜人にはならなかったことにした。そのように捏造すればイム様は公正にバレずに世界の王の座につける。だからアラバスタは裏切り者の国のはずなのに滅ぼされてはいない。これはキャプテンクロが自分を死んだと捏造したことに似ている。しかしリリーは女王にはならず、リリーの弟がネロナ家の代わりに王の座についた。となるとイム様が持っているこの剣は王座の前に刺さなかったアラバスタの剣、そんな風にも考えられます。続いては先週に引き続きイム様の正体を考えましょう。先週こちらの動画ではイム様の正体とは創世記のアダムとイブにおいて禁断の実リンゴを食べるように誘った悪魔の実の中の悪魔ヘビであると考えました。悪魔の実とは人の夢であるとベガパンクは言う。さらにそのヘビは海の力を持つとも考えました。それはこれまで考えてきた虹ヘビウロボロスではなく、ウロボロスの北欧神話での別名ヨルムンガンドであると考えました。しかし1085話でイム様と共に登場したワポルはまるでウロボロスのようです。ワポルはウロボロスのように自分を自分で食っていました。そしてこちらの3年前の動画ではイム様のヒントは16巻16イム巻にあると考えました。例えばドクタークレハはイム様であると。そしてチョッパーはトナカイの和名は順六、それは16イム。さらにワポルはウロボロスか。そしてチョッパーを鹿だと捉えるなら、鹿は古い文献では蛇を食べると思われていたそうです。聖獣である鹿は悪魔蛇を踏みつけて滅ぼすキリスト教の象徴だとも言われていたそうです。さらに鹿の涙から作られた飲み物は人間の心の悩みを治すとも言う。それこそは万能薬。そのように考えるとヒルルクはおそらくイム様を900年前に不老にしたオペオペロミの能力者のイメージでしょうか。とにかくイム様には悪魔蛇のイメージがある。ゾーン系の悪魔蛇に食われている。イム様の精神は悪魔の実の悪魔蛇に乗っ取られている。このヒントはワポルのカバ。ワポルはまるでカバに食われているかのよう。カバといえば19話悪魔の実の扉へ。19話を縦にひっくり返すと 16？ さらに先週の動画のコメント欄では、それってつまり海蛇ならリヴァイアさんでは？そんな指摘もいただきました。リヴァイアさんとは旧約聖書に登場する海蛇です。その名前はねじれた渦を巻いたという意味であり、海や水を司り、そしてアダムとイブを誘った悪魔蛇だとも言います。そこからリヴァイアさんは大嘘つきであり、さらに女性に取り憑こうとするという、しかも両性具有オカマだとも言う。さらにリヴァイアさんは大航海時代の船乗りたちに巨大なクジラだと伝わっていたという。ラブーン、聖地マリージョアの真裏にあるリバースマウンテンで待っているのは巨大なクジララブーン。イム様がもしもリヴァイアさんならラブーンと表裏一体が成立する。さらにイギリスの哲学者ホップズが書いた政治哲学書の名前がリヴァイアさん。それは国家権力を意味している。まだあります。
リヴァイアさんは7つの大罪において嫉妬を司る悪魔だとも言う。3年前、こちらの動画では、イム様は嫉妬キャラだとも考えました。以上のことから、イム様の正体は、先週に引き続き、悪魔蛇。それはもしかすると、リヴァイアさんである可能性も高い。しかし、そのように考えていくと、イム様にはまだ、さらなる秘密がありそう。それはもう長くなってきたので、次の動画で考えましょう。近日中にアップします。その謎は、1086話の類似話数、186話の扉へ、1+6 は4。この謎の暗号と古代兵器ウラヌスについて考えます。後半へ続く。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。